お客さん同士で結婚した子がいて、子供ができて、子供小学校上がったようなの連れてきてくれるのを見てると、やっぱ長く続けてきてよかったなと思いますし、どれか長く続けられるように頑張っていけたらいいなと思います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。もうこのお店は始められて何年ぐらいなんですか？2014年から店自体始めたんで、13年目です。ちなみにこのお店の名前、はい。なんか由来とか思いみたいなものがあるんでしょうか？マンドールって読むんですけど、その店始めた時はこうバックパッカーみたいなのをしていて、で、一番初めに一人で行ったのがインドだったんですけど、このジョードブルっていうなんか青い建物の町があるんですけど、砂漠のそこの町にあるなんていうんだろうな、遺跡群みたいなのが今は公園になっていて、そこがマンドールって言うんですよ。マンドールパークって言って、日曜日の夕方ぐらい見た時にそこの雰囲気がすごい好きで、皆さん思い思いこう好きな過ごし方してて、めちゃくちゃいい空間だなと思って、なんか字面も好きだったんで勝手に使わせていただいて、そんなような思い思い楽しく過ごしてもらえるお店になればいいかなみたいなので、マンドルっていう名前にしてます。ここの焼き鳥はじゃあ全て炭で焼いてるということですか？そうですね、炭で焼いていて、これ炭も結構こだわってらっしゃるんですか？そうなんですよ。アウトドアとかやってるんで、そのリアルな備長炭ではないんですけど、大黒の新備長炭って言って、環境に優しくて、あとはその売り上げの一部を植林に回してるっていうような活動もしてる会社さんで、そこで、僕もアウトドアしてるのもあるんで、これ使えたらいいなっていうのもありますね。で、使わせてもらってます、これは。焼き鳥も年季入ってますね。これは3代目なんですけど、こう結構皆さんアルミにこう敷いて保護する方とかもお店さんとかもあると思うんですけど、意外とこのエイジングっていうかこう年季入ってくる感じも僕好きで、車とかもいろんなアウトドアの道具とかもそうです。なんでちょっとあえてこのままやってます。
ちなみにもう10年以上やられてるということでしたけど、このお店始めて、はい、もうやめたいなとか、これは苦労したみたいな出来事ありましたら教えてください。コロナはやっぱちょっと外的っていうかどうしようもない感じだったんで、仕事できないぐらいな感じだったので、ちょうど結婚もしたタイミングだったりとかありましたけど、でもやっぱ常連さんにすごくこう支えられて応援してくださって、テイクアウトもずっとやってたので、元からテイクアウトに来てくださったりとか、その辺もあったので、そこは乗り切れたり。でも27で始めましたけど、オープン当初も全然もうやめた方が良かったかなとか全然思いました。これ何ですか？これはハツなんですけど、切ってよくハツ焼いてるところあると思うんですけど、うち丸ハツっていうメニューもあって、このままこう打って焼くとよりジューシーでプリッとした食感でとっても美味しくなります。なんでちょっと人気メニューですね。看板メニューで黒板のところでやってるんですけど、数量限定でやってます。あとはここが心残りって僕は言ってるんですけど、一番こう脂乗っててジューシーでこう肝とつながってるところなんですけど、ちょっとしか取れないんで、知ってるお客さんに言われたら出したりとか、従業員のまかないにします。捨てるとこがないので、本当に鶏はいろんな部位で焼き鳥入れてますね。これは何ですか？これは手羽先ですね。手羽中、本当は手羽中で手羽先ですけど、多分こう食べやすいようにここ折ってこう刺す方とかもあると思うんですけど、ちょっと食べにくいのかもしれないですけど、大きくてボリュームがあって皆さん喜んでくれてるので、うちはこの串の打ち方で今やってますね。もともとお仕事は何をされてたんでしたっけ？僕は東京で捨て子学校出て、もともと地元でお店をやりたかったんで帰ってきて、でお金貯めるので昼間準備して開業資金で貯めなきゃいけないからと思って、夜居酒屋で働こうと思って、そこでたまたま炭で焼いてる焼き鳥屋があって、そこで働かせてもらって焼き鳥焼かせていただいたんで、そこから焼き鳥を焼けるようになりましたね。なんか焼き鳥以外でお店をやろうとか、そういう思いはなかったんですか？店始めた時は、ライフスタイルショップみたいなアウトドアと旅のテーマにしたお店みたいにしてて、1週間ぐらい店閉めて海外に買い付け行って、でそのまま鉱物商を持ってたんで、飲みの市とか魚ショップで冬着買ってきて、で空港でそのまま税金払って店持ち込んでってお客さんに売るみたいなのをやってたんですけど、でその国で美味しかった瓶ビールとソフトドリンクも提供してて、お客さんと飲みながら海外で旅行した話とか、キャンプとかアウトドアの話もできたらいいなみたいなので
やってて、カフェメニューやると一番いいかなって思ってたんですけど、当時11時から8時みたいな営業時間だったんで、それをスノーボードを教えてくれてた先輩に話したら、いや、小平ちゃん炭で焼き鳥焼けるんだから焼き鳥やりなよって言われて、カフェメニューだとやっぱそんなに飽きられちゃうよって言われて、雰囲気はあるけどって言われて、でそうかと思ったんですけど、服もアウトドアの道具も売ってる状況なんで、なかなかどこで焼くのって感じだったんですけど、それをうまく考えなよって言われて、で海外とかで結構立ち飲みのスタンディングバーやっぱあるのでそこでこういいイメージをいただいてたんで、立ち飲みでやったらいいかなと思って、この間仕切りもなかったんですけど、この間仕切りを作って初めは立ち飲みだけで始めましたね。2年目の時かな、3年目の時かな。ちなみにこのお店メニュー拝見したんですけど、はい、もう本当にスタンダードな焼き鳥から創作系の焼き鳥までいろいろあると思うんですけど、はい、このお店に来たらこれ食べてほしいみたいなおすすめありましたら教えてください。そうですね、今言っていただいたように、一応焼き鳥と、あと焼き豚と、それ以外に自分たちで考えた創作焼き鳥っていうのもあるので、割と創作焼き鳥、ねぎれバー串とか、あとはオリジナルで焼き鳥の中にある大葉つくね串とか人気ですかね。あとは家族連れ、お子さん連れた方とかもよくいらっしゃるので、つくねチェダーって言ってつくねタレで焼いて、チェダーソースかけて炙ったものとか、結構その辺も出たりしますね。焼き物だけじゃなくて一品料理も結構ありますよね。そうですね、なんかやっぱ揚げ物をうちやってないんですけど、焼き鳥待っていただく間に食べれる比較的早く出せるメニューとか、あとはご飯物、お酒飲まないで結構焼き鳥だけ召し上がりに来てくださるお客さんいらっしゃるので、ご飯物も割とこう充実しているように作ってはいますかね。メニュー開発とかはどうやってされてるんですか？自分でこう試行錯誤したりとか、あとはスタッフの子がまかないでご飯にこれかけて食べたいみたいなのから美味しいねでなったメニューとかもありますね。温玉タレご飯っていうのもあるんですけど、焼き鳥のタレ自分で一応継ぎ足して作ってるんですけど、それご飯の上かけて温玉乗っけて海苔かけてそのまま食べるみたいなのがあるんですけど、それはまかないから生まれましたね。ちなみにこのお店のはこだわりとか、はい他のお店との違いみたいなのがあれば教えていただいてもよろしいでしょうか？こだわりは一応タレは自分で継ぎ足して作っているので、ここにタレ壺あるんですけど、なくなってきたらまた作って継ぎ足して、一応だから12年13年目やっていたり、あとはこうちっちゃく本当は30g とかにしていろんな串食べていただいた方がお客さんも楽しめるかななんて思うんですけど、うちはちょっと割と大きさも売りにしていて、
ももは1本 50g とかなので、ネギマもそのままそれにプラスネギ加えてちょっと大きいんで、さっき打ったレバーとかもちょっと大きめで、基本一塊で一口にしてるので、少なかったら足したりしてるので、割と大ぶりでがっつり楽しんでいただけたらなとは思ってます。以上でよろしいでしょうか。ありがとうございます。お待たせしました。ネギレバーです。
たしました。温玉タレご飯です。よく混ぜて召し上がりください。私これ初めて見ました。何ですか？これしば漬けのポテサラです。あ、だからピンクなんだ。カウパーはもうちょっと後にしてもらっていいですか？もうちょっとですね。それは連絡するなら何もなんでしょだから基本的にここに集まる人たちの流れで俺はこの店よく来られるんですか？あ、よく来ます。この店来たらこれだけ食っとけみたいなおすすめメニューありましたら教えてください。つくねのタレです。おお。はい。塩辛は。塩辛美味しいですよね。私も大好き。塩辛大好きなんですよ。うまい。この店よく来られるんですか？週一できます。この前の何でしたっけ？5番。塩辛どうですか？美味しいです。他にもなんかいろいろおすすめメニューがあるって聞いたんですけど。焼きおにぎりとお鶏スープとお茶漬けが。茶漬けなのあれ。何？そうだね。茶漬けが美味しいです。焼きおに茶漬け。焼きおに茶漬けが。ないけど。そう、メニューにはない。本当に。そう、お兄さんがご厚意でいつも出してくる。この店よく来られるんですか？もうよく来ます。毎週います。おお。このお店でもうこれだけは食べとけみたいなおすすめメニューあれば教えてください。大葉つくね。大葉つくね。今日は食べられないんですね。食べます。ありがとうございます。いかがでしたか？いつも通り美味しかったです。また来ます。ありがとうございましたあ。りがとうございました。今後このお店をどうしていきたいとか、はい。店主の今後の目標などありましたら教えてください。そうですね。常連さん同士でこう共通のアウトドアの趣味のある方ですとか、たくさん集まってくれたりしていて、そういう人たちがこう店じゃないところでも遊んでくれたりしてるのがすごい嬉しいですし、またここに集まってきてそんな計画を立ったりしてるのも見れて嬉しいですし、12年やってお客さん同士で結婚した子がいて、子供ができて子供小学校上がったようなの連れてきてくれるのを見てると、やっぱ長く続けてきてよかったなと思いますし、まあ本当に世代を問わず近所のおっちゃんたちも来てくれたりしているので、どれか長く続けられるように頑張っていけたらいいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。